皆さんこんにちは、石野佳穂です。今回はプロも実践、泉質が良くなる、書く前に絶対にやるべき書道の練習法というテーマでお話をしていきます。今回紹介する練習方法は2つあります。1つ目が8の字運動、2つ目が返し運動。この2つを徹底練習、ウォーミングアップでやるだけで、普段皆さんが取り組まれている課題が、例えばその日の1枚目から調子よく書けたりとか、いろんなテクニックを頭で考えることなく、準備運動の段階で体で染み込ませてますので、筆に任せて書けるようになったりとか、そういったメリットが盛りだくさんの練習方法になっております。今日紹介する練習方法は決して難しいということはなく、初心者でも今日から取り組めたり、私も毎日実践している内容になりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速8の字運動を紹介していきたいと思います。本当に簡単なので、皆さんも今一緒に見ながらでもやっていただけるかなと思います。本当に8の字を動かすような感じ、リボン結びするようなつもりでもいいのかなと思うんですけど、この感じの運動を普段書く前の準備運動に取り入れていただくだけなんです。これの何の意味があるのかってちょっと想像つきにくいかなと思うんですけど、実はこれ縦バージョンもあるんですけど、見当つくでしょうか。この動きはこういう風にちょっと面がひっくり返って分かりますか。筆の表と裏を使うような感じで、ここで面が切り替わってこっちの面使って、でまた反対側の使ってない方の面をこっちでまた切り返して使ってあげてっていう、筆のこの表裏を使う練習になるんですよね。表裏表裏表裏みたいな感じで使い分けながら書いていきます。でこれが本当に重要なこと、書道の作品書いたりとか、本当皆さんも課題取り組まれる上で意識すると泉質が格段に良くなるんですね。これもほら、下の面使って、次反対側の裏側の面使って表裏を使って書いてってる、面の切り替えがあるのがなんとなくわかるでしょうか。でこういう風にいろんな面を使いながら書くっていうことが、何に効果的かっていうと、普通一方の面ばっかりで書く、そういう癖が身についてると筆も癖がつくんですよね。だんだんハケみたいな状態になったり、毛自体がこっち側に曲がりやすくなる状態になったりとかして、思いがけず太い線になっちゃったりとか、細くしたいのに全然細くならないっていう悩みに直結してしまうということなんです。なので今の練習方法を準備運動として取り入れていただければ、いろんな面を使うっていうことに慣れるっていうことになりますよね。すると文字を書くときにも自然と無意識のうちにいろんな面を使うっていうことが身についてますから、筆が開きすぎて太くなってしまう心配がなくなったりとか、いつでも筆がまとまりやすい状態、生き生きした線が引きやすくなる筆の状態に導くことができるということなんです。これは本当にプロにとっても大事ですし、初心者にとっても最初に身につけると本当に得です。これを知ってるのと知ってないのじゃ全然違いますので、ぜひ準備運動に今の8の字運動を取り入れていきましょう。そして具体的にですね、どのように文字に生きてくるのかと言いますと、そのまんま活かせるのは行書かもしれないですね。例えば行書の手辺なんか書くとき、今分かりましたか。違う面を使っていきましたよね。反対側の面で返して、使ってなかった方の面で縦線書いたかと思えば、また使ってなかった方の反対の面で返すみたいな、こういう筆使いができるようになるんです。他にも衣っていう字ですね。こういう時でも、例えばこういう線を使った後に動かせるようになるんです。8の字の動きですね。左回転の後右回転の動きを使うと筆はまとまってくれる。でいつもバサバサになってしまいますとかっていう方って、基本的にやっぱりいつも同じ方の面を使って書いていく癖があるんですね。そうするとバサバサバサっていう印象になっていて、筆もまとまりづらくなったりとか、最後も割れたような印象になったりとかしがちということです。この左回転と右回転の動きを交互に使っていく練習っていう意味で捉えても、すごくやっぱ締まりのある筋肉質な線描けるようになるので、そういった意味で線質が良くなりますよという練習方法になります。ぜひ皆さんも取り入れてみてください。はい、続いて2つ目の練習方法、返し運動を解説していきます。返しって何かっていうと、
筆ってこう勢いを持ってコツンって当たっていった時って自然とこう筆が開いていくんですよね。勢いを持ってコツンと当たると力を加えなくとも筆先が開くことによって太さが出る。ぜひ皆さんにはこれをですね、細い太いの出し方を力の強弱で出すのではなく、テクニックとして当たることで筆を開いて太さを出す、これをですね身につけていただければすごくいいんじゃないかなと思ってます。コツンと当たって反対側の面で返す、またこっち側の面に戻ってきて当たって返す。さっきの8の字と表裏を使うっていう意味合いでは同じなんですけど、リズムが備わる点では今の解説の方がちょっと高度かもしれないです。コツンと当たることによって、この時の力のかかり方って左側に壁があるようなつもりで、その壁に向かってコツンと当ててっていうようなものなので、重力に対する方向、この地球の方向に力を加えることは一切ないわけです。つまりこう筆がこう下敷きまで力が貫通するほどの力は入れてはいけないということですね。紙の表面に力をとどめたいんです。左側に向かってコツンと当てるわけです。下に向かった力は一切加えていないのに、当てることによって筆先がこのようにさばけるので太さが出る。ぜひ皆さんには表裏を使う以外にもコツンと当たることによって太くなるんだっていう実感ですね、これをですね持っていただくことによって、これから課題を書いたりとか普段の練習とかする時にも、太い線を見た時にそのまま力入れればいいんだっていう認識をキャンセルしていくことができるわけですよね。ちょっとリズムよく書いていきますね。コツンと当たって返す、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 みたいな、こんな感じで練習していただければなと思います。ひらがなののの字の連続みたいにも見えると思うんですけど、これ角度の変化を加えてもいい練習になります。例えばコツンって当たるのを真横に向かう動作でコツンと当たってみたりとかすると、こういう形になりますよね。真横に当てていく。これさっき斜め下に当てていきましたよね。左に当てていく。こういうふうに角度を変えた練習もすごく有効です。やっぱ文字にはいろんなパターン、漢字にはいろんな種類がありますし、崩し方も様々あったりとか、書き方もそれぞれ違いますから、いろんな角度で練習するのもそのまま文字に直結しやすいかなと思います。例えば寿っていう字の草書体があるんですけれども、その時とかに使えるですよね。で例えばこの結びの部分、次草書体の寿ってこういう風に左側にちょっとコツンと当てて、ちょっと太さ出して、ちょっとこの辺を賑やかにして安定感をつけていったりとかするんですけど、この時の筆使いとかに直結したりとか、もっと他にも生きてくる場面っていうのは様々たくさんあると思います。枝っていう字とかありますよね。これの行書書きましょうってなった時に、ここで今の動き取りますよ。左にコツンと当てます。そしたら次筆開いた状態になりますよね。こういう風に開くっていう技術がこれによって身につくと、穂先だけでこの太さを実現することができるようになるので、最後こう例えばこの開いた状態で穂先だけで書けば意図したかすれが出せるようになったりとか、これはもうすごい高度なテクニックですけれども、そういうところまで直結する練習方法なんです。じゃあ次、これの反対運動もやってみましょう。反対の返しです。こっちか、こっち向きに当たって返す、こっちに当たって返す、こっちに当たって返す。さっきは左側の面に当てていきましたけど、次は右に壁があると思って右の壁に向かってコツンと当てていくんです。これはまたさっきと一緒でこう力を加えてるわけじゃなくって、右に向かう力ですからね。重力の方に向かっては力加えないです。右に向かって勢いを持たせるだけ。筆圧の変化は一切ないのに、次に返した時に出てくる線は筆先が開いて太くなります。コツンと当たって太くなる感覚、コツンと当たって太くなる感覚、これが筆圧の変化なしに太くなるんだっていうことをまず入れていきましょう。コツンと当たって開く、コツンと当たって、この時ももちろん返す運動も意識してください。コツンと当たって反対側の面、今紙に触れてない方の面で返していく。でこんな感じになっていきます。で例えばこの運動はじゃあ文字で言うと何に直結するのかっていうことですよね。似た運動で言うと風とか風冠とかこんな感じの
こういう感じで当たって次の線に例えば着地できたりとかすると、この運動が本当に生きてくるので、例えばそこにもっと筆を開くっていうことでスピードをコツンと当てていってみますね。コツンって当てます。そうするとこの反動を使ってパサっていった時、すごい筆開いた状態作れますよね。すると次に描こうとした線が、例えば開いた方の面でこのまま当てていこうって考えると、わかります？すっごい軽やかなひょうひょうとした線が描けるようになったりとか、いっつも同じ調子っていうのを避けるようなことができて、重厚な線と軽やかな線の対比作りなんかもすっごく上手になっていくっていうところまで直結できるというところです。で、気をつけるべき点は、まっすぐ筆を立てて持つこと、これがしっかりできていればこの返しの動作っていうのは上手になります。右に寝たりとかしてると返しの動作があまりうまくいきませんので、まっすぐ立てて肩の動きだけで手首をこう動かすようなこともしてはいけません。肩の動きだけで練習してあげるっていうのが今日紹介した2つの練習のポイントになってきます。はい、ということで今回はプロも実践している泉質が良くなる準備運動について2つ解説させていただきました。最初の8の字運動に関してはやっぱ説明してても、初心者でも真似できやすいなとか、皆さん実践していただけなと思ってたんですけど、返しの運動については説明しながらめちゃめちゃ高度じゃんって自分で思いながら説明してました。なので皆さんもあれはもう時間かけながら本当に意識が大事になってきますので、返し反対の面使うとか、筆曲がらないように寝ないようにですね、まっすぐ持ってっていうこの基本に忠実にやっていただければ身につきやすいかなというふうに思います。今日はちょっと調子が出ないなとか、手が震えるななんていう日はこういった準備運動から始めることによって調子が復活してきたりとか、なんとなく気持ちが乗って書けるようになったりとかっていう風につながっていきますので、ぜひ皆さんも取り入れていただけると嬉しいなというふうに思います。今日も最後までご清聴いただいて本当にありがとうございました。今回の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。